おはようございます。マサルです。今回は DOS 攻撃について一緒に勉強していきます。早速今回の問題にチャレンジしてみてください。 IT パスポート平成25年春問い52、 DOS 攻撃の説明として適切なものはどれか。あ、い、う、え。どれが正解でしょうか。ゆっくり考えてみたい方はここで動画を止めて考えてみてください。それでは正解の発表です。正解は電子メールやウェブリクエストなどを大量に送りつけてネットワーク上のサービスを提供不能にすること、こちらが DOS 攻撃の説明です。それでは解説をしていきたいと思います。 DOS 攻撃とは大量のリクエストを送りつけてサービスを妨害する攻撃です。リクエストというのはこういうデータをくださいという要求のことを言います。リクエストに対してサーバーはレスポンスで要求されたデータを送り返します。 YouTube で例えるなら、クライアントが YouTube のサーバーに動画のデータをリクエストして YouTube のサーバーが動画のデータをレスポンスで応答します。サーバーは想定されるリクエストの量に対して余裕を持ってレスポンスできるように作られています。しかし攻撃者は DOS 攻撃によってサーバーが想定した以上のリクエストを送ります。大量のリクエストが届くことでサーバーは処理がしきれなくなり、サービスの提供ができなくなります。サーバー側で行う DOS 攻撃の対策として、同一の IP アドレスから不自然に大量のリクエストが発生した場合に、そのリクエストを無視することで DOS 攻撃の対策を行ったりしています。例えば IP アドレス A から大量のリクエストが発生した場合、IP アドレス A からの通信を無視するということですね。これで DOS 攻撃の対策ができたと思いたいところなんですが、攻撃者は DOS 攻撃を進化させた DDoS 攻撃という攻撃を行うことがあります。 DDoS 攻撃は分散型の DOS 攻撃です。複数のコンピューターから同時に DOS 攻撃を行います。先ほどの DOS 攻撃は単独のコンピューターからの攻撃だったので、その IP アドレスからのリクエストを無視すればよかったのですが、 DDoS 攻撃の場合は複数のコンピューターが同時に DOS 攻撃を行います。それぞれのコンピューターは別々の IP アドレスを持っているので、 IP アドレスによって無視するという対策が難しくなります。 DOS 攻撃は1台のコンピューターでターゲットに大量のアクセスやデータを送りつけて負荷をかける攻撃。 DDoS 攻撃は大量のコンピューターを使って DOS 攻撃を行う攻撃です。 DDoS 攻撃の最初の D の文字はディストリビューティッド、分散型という意味を持っているので、 DDoS 攻撃は分散型の DDoS 攻撃だと覚えておきましょう。ではここから実際にあった DOS 攻撃にまつわるエピソードを紹介します。まずは東京五輪組織委員会への DDoS 攻撃の事例です。2015年の11月4日、組織委員会の公式サイトに DDoS 攻撃とみられる大量のアクセスがあり、サーバーの運営会社の判断で通信が遮断されました。そのため当該サイトは約12時間にわたって利用することができなくなりました。少し話が脱線しますが、オリンピックはサイバー攻撃の標的になりやすいということを知っておくと良いかもしれません。オリンピックをはじめとする大きなスポーツ大会を攻撃者が狙う理由として、多くの注目を集めることができるからです。サイバー攻撃によってオリンピックに影響が出れば、メディアはその話題を報じます。その結果、サイバー攻撃を仕掛けた団体の主張や考えが報道されることになり、注目を集めることができます。世の中にはたくさんの価値観を持つ人がいて、オリンピックを開催するあの国が嫌いだから妨害しようとか、そもそもオリンピックに対して反対だから妨害しようとか、様々な理由でサイバー攻撃が行われます。次はつい最近発生した過去最大級の DDoS 攻撃を受けた Google クラウドの事例を紹介したいと思います。2023年の8月、Google クラウドは過去最大級の DDoS 攻撃を受けました。この時発生したリクエストの数が過去最大級の毎秒3億9800万件のリクエストが発生したそうです。毎秒3億9800万と言われてもピンときませんが、日本の人口が約1億2000万人なので、日本の人口約3倍以上のコンピュータから毎秒リクエストがあったと思うと、その膨大なリクエスト数が想像できます。すごいリクエストの数ですよね。
なおこれだけのリクエストを送るために攻撃者3億9800万人が集まってリクエストを送っているわけではありません。攻撃者はボットを使ってリクエストを送りつけています。ボットというのは攻撃者が不正に遠隔操作をすることができるようにするプログラムのことです。攻撃者はボットに感染している大量のコンピューターを使ってリクエストを送りつけます。それではここまで勉強した内容を使って練習問題にチャレンジしてください。 IT パスポート平成26年春問い53。 DOS 攻撃によってサーバーが受ける直接的な被害はどれか。あ、い、う、え。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はサービスの提供が阻害される。 DOS 攻撃はサーバーのサービスを妨害するための攻撃です。しっかり覚えておきましょう。それでは最後に復習をしていきます。今回はこちらの問題に挑戦してもらいました。 DOS 攻撃の説明として適切なものはどれか。あ、い、う、え。正解は電子メールや Web リクエストなどを大量に送りつけてネットワーク上のサービスを提供不能にすること。こちらが正解です。間違い選択肢も見ておきましょう。他人になりすましてネットワーク上のサービスを不正に利用すること。こちらはなりすましの説明です。他人の ID やパスワードを利用することをなりすましと言います。次は通信経路上で他人のデータを盗み見すること。こちらは盗聴の説明です。盗聴対策としてはデータを暗号化してやり取りするなどが対策に挙げられます。最後は文字の組み合わせを順に試すことによってパスワードを解読しようとすること。こちらはブルートフォース攻撃の説明です。ブルートフォース攻撃とは総当たり攻撃と呼ばれる攻撃手法です。例えば数字4桁のパスワードを調べるために0000から9999までの組み合わせを順番に試していってパスワードを解析します。それでは今回は DOS 攻撃について一緒に勉強しました。最後に少しだけ余談ですが、昔私が参加していた現場では指揮命令系統が曖昧でいろんな人からこういう仕事をしてほしいという依頼が来てとても大変だったことがあります。この状態はまさに DOS 攻撃と同じです。DOS 攻撃の状態が続くと本当に大変なので皆さんは DOS 攻撃状態にならないように気をつけてくださいね。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも IT パスポートを通してもっと IT を好きになってもらえるような動画を頑張って作っていきます。2023年中にチャンネル登録者数5万人を目指して頑張っています。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンを押して応援していただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。